こんにちは。ティーチングプロの竹内恵美子です。今日は飛距離アップについてですね、少しでも前へ飛ばせるように効率のいい体の使い方、そして注意点をお伝えしていきますので、よろしくお願いします。では今日もレッスン始まるよ。はい、今日は飛距離アップですねについて、これも3つの切り口でお話ししていきたいと思います。まず飛距離アップ、がむしゃらに振っても飛ぶもんではないということで、飛ばしのコツっていうのがあります。で、いろんなスポーツをされてた方、特に野球とかソフトとか棒を振る、スポーツをされてた方っていうのは、そういうのがすごい練習されてるので、やっぱり体が覚えてると、走らせ方のコツが分かっているっていうことですよね。で、あとちっちゃい子供たち、ジュニアたちも力が腕にないので、体を使ってなんとかこのクラブを走らせるっていう、もう感覚で本能でうまく体を使いますよね。で、大人になってゴルフを始めてた方っていうのはやはりいろんな情報がある。そして、やはり下よりもこの上半身の方ですよね。上半身の特に男の方の腕が強い、どうしても上の上半身の方を使うことが多いし、感覚も普通はこっちの方がありますよね。足のこととかあんまり考えられない。どうしても上半身を主導にしたスイングになるっていうこととか、あるいは情報がたくさんありすぎて考えすぎて、体が動かないとか、いろんなことがあってうまく加速できない、クラブをね加速できないということになってます。で、ちょっと3つの切り口で簡単にお伝えしていきたいと思いますので、ぜひ試してみてください。はい、じゃあ1つ目ですね。まず、右手の使い方です。スイングで左の腕っていうのは振り子のようにあんまりシンプルな、この左はリードの方なので、あまり複雑なことじゃなくてシンプルな動きでイメージしてもらったらいいかなと思います。振り子っていうことで、この振り子運動ですね。左の肩からぶら下がっている左の腕が振られていくようなイメージ、これは分かりやすいと思うんですね。で、一方ですね、左に対して右手っていうのがほとんどの方、利き手で器用ですよね。で、この右手をどう使うかっていうのがすごく重要になってきます。野球の投手、ピッチャーなんかも、ちょっと想像していただいたらいいんですが、右の投手の場合の右のこの腕の使い方っていうのが、非常にゴルフによく似ていて、ピッチャーとかはやはりゴルフをもうされてもうまくコントロールをされる。バットを振るだけじゃなくて、投球の方のねこの使い方がゴルフにスイングにすごく似てるっていうことで、右手の使い方、一般の方でボールを投げられないとかね、やっぱり投球動作が苦手な方っていうのは、ちょっとクラブをどう扱ったらいいか、右手の動きがね分かりにくいっていうことがあるかなと思うので、そういう方のためにも簡単にお伝えします。で、まず右手なんですけれども、クラブを、この重い方を下にしたらやりにくいので、簡単に分かるようにヘッドをね持って、軽い方、逆にグリップを下にします。そしてまず下にあるヘッドがね下にあるんですが、この下にあるヘッドを水平まで上げてくると。これ手首の動きだけですよね。水平まで上げてくる。で、この水平から次はシャフトを立ててくる。水平、次、垂直と思ってもらってもいいですね。水平、垂直。で、この次はまた、これが上がって、肘が今度は上がって、水平になりますよね。シャフトのことを考えてくださいね。下にある、地面についているヘッドが上がって、シャフトが水平。そして垂直。また水平。この3つの動きをするのが、右手が、ちょっとポイントになると思ってください。で、これをどういうことかって言いますと、水平、これ動きですよね、水平。この時にほとんどグリップの位置は変わっていない。良くない水平は手で持ち上げる。これ確かに水平ですけれども、グリップの位置が変わってますよね。だらーんとしたグリップの位置を変えずに、ほぼ水平に持ってくるつもり。この練習をまずしていきます。水平。で、スイングでは、この水平の位置は体が捻転が入ると、この腰の横ぐらいまでクラブが上がります。で、これを捻転と組み合わせながらやると、スイングの、ハーフスイングの、この腰の横ぐらいのね、形になります。水平。そしてまた降りて、水平。
水平で、ここから今度は立ちました。シャフトがね立ちました。垂直、捻転を入れますと少しクラブが重さがヘッドが右にある、重さが右にあるって言いましたよね。から垂直よりはちょっと右に倒れる、これが垂直。捻転が入るとほぼ肩のちょっと下ぐらいな感覚で垂直な感じです。もう一回整理しますと、グリップの位置が変わらずに水平、そして垂直になるとグリップが上がってきます。グリップが上がってきます。で、これに捻転が入るとだいたい肩のちょっとよく下ぐらいで垂直。重さがあるのでまっすぐじゃなくてちょっと後ろに倒れます。これが、2番目。1とします。2とします。で、3は、肘が肩の高さぐらいまで上がってシャフトが床と、水平になります。これはバックスイングのトップの位置ですよね。捻転が最大に入って自分の、背中側でですね、クラブが床と水平になる。ほぼほぼトップの位置、フルスイングのトップの位置なんですね。水平になると。で、スイングとのつながりはそういうことですね。1個目の水平、そして垂直、そして3つ目の水平。腰までの、ちっちゃなスイング、ハーフスイングとしましょうか。そして、シャフトが立った、3クォーターとしましょうか。肩から肩ぐらい。そしてフルスイングですね。で、まず、だから、構えました。1、2、3とします。で、下ろすときも3、2、1で下ろす。この1、2、3。で、3から2、1、下ろすと。すごい退屈な練習だと思うんですが、女性の方とか特にこのクラブをここで上げずに手元で持ち上げてしまう初心者の方とかね、こういうバックスイングを最初にやってしまうとなかなかこの手首を使ってあげる感じができないので、最初のうちに軽くでいいです。最初のスイングの最初っていうのは手首使っていいんだなと、上げる段階ではまず手首、そして、肘も使ってきます。そして肘を上げるような1、2、3ですね。この右手の動きっていうのをまずしっかり習得してみてください。そして1、水平、そしてこれに捻転を入れると腰の横ぐらい、そしてここから振ってみると1、捻転、でこれと捻転と合わせますと捻転しながらクラブが上がるので普通の腰から腰ぐらいのスイングになりますよね。で2番目もですね、水平、シャフトを立てる、そして右向く、重たいからちょっと後ろに傾きます。でそこからさっきのところを通って同じように打ちます。もう顔の前でクラブが斜めに上がってほしいので、右肩の方に向かってヘッドが上がるようなこの方向でクラブを水平から立てていきます。で右向きます。そうすると自分の右肩ぐらいにここにシャフトがあるよっていう感覚ですね。でここからさっきのところを通って振っていきます。捻転と合わせるとそういうことになります。いきなり大きく上げてしまうとややこしかったら、今の1、2ですね、ハーフスイング、シャフトが平行、シャフトが床と垂直、この2種類の時の右手の使い方、こういう動きですよね。手首と肘の使い方、それをこうしたりこうしたり、なんか違う動きで代用しないようにしっかりクラブを縦に動かせるようにっていう右手の練習っていうのをやってみてください。今日のレッスンいかがでしたか？今日は距離を出すための右手の使い方ということでお話ししました。今日のレッスンが良かったな、役に立ったなって方はいいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。では次のレッスンでお目にかかりましょう。ありがとうございました。